マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、皆さん先週1週間投稿をお休みしちゃってすみませんでした。ありがとうございました。おかげでね、本当にゆっくりと実家で過ごすことができました。そう。知ってる方もね、多いかなって思うんですけど、私は今、日本に帰ってきています。今回、6ヶ月ぶりかな。6ヶ月ぶりの一時帰国です。そう、やっぱり久しぶりの日本はいいですね。うん。東京は桜が咲き始めていて、もうすぐ満開を迎えるかなっていう感じですね。今年はもう日本の桜を見ようって決めているのでね、今からすごく楽しみです。あとはね、帰国したら絶対に食べるって決めていたものを、もう今はすっごい食べています。もう食べまくってますね。そう、韓国にいる時に、もう事前に食べたいものリストを書いておいたんですよ。うん。で、なんか本当にこうやって久しぶりに日本に帰るってなると、ああ、あれ食べたいな、これ食べたいなって、本当にいろいろと出てくるんですよね、食べたい食べ物が。例えば、おにぎりとか、ラーメンとかね、あとは焼肉、お寿司とか、そう、本当にいろいろあるんですけど、その中でも今回は特に食べたいって思ってたものがあります。それはですね、外はカリッとしていて、中はとろーっと、そしてソースの香りがして、青のりとおかかとマヨネーズのハーモニー。これなんだかわかりますか？そう、たこ焼きです。皆さんたこ焼き食べたことありますかね？お好きですか？ちなみに前にメンバー限定ライブ配信をした時に、日本から韓国に行く時に絶対に必要って思って持って行ったものはありますかっていうね、質問をいただいたんですよ。で、その時に私がパッて出てきたものがたこ焼き器でした。たこ焼き器ってわかります？たこ焼きを焼く機械ですね。そう。それを持って行ったなと思って。なんか本当に私はね、全く迷わず、当然のように持って行ったんですけど、それを友達に話したら、「え？そこまでする？」みたいな。「たこ焼きにめっちゃ本気じゃん」って言われましたね。そう、でも、私にとったら、もうそれは必需品だったので、持っていかないっていう選択肢はありませんでしたね。必需品っていうのは何かって、必需品っていうのが何かっていうと、絶対に必要なもの、なくてはならないものっていう意味です。でもね、そのおかげで、たまに旦那さんと一緒にお家でたこ焼きパーティーのことですね。タコパをすることができるので、本当に持って行ってよかったなって思っていますね。なんかたこ焼きって、こう結構不思議な食べ物だなって私思うんですよね。例えば、屋台の食べ物っていうイメージもあるし、おやつみたいに軽く食べるっていう感じもありますよね。あとは家でみんなで作ると、こうタコパとかした時にすごく盛り上がる食べ物でもあるんですよね。だから、こうただ食べて終わりっていう食べ物じゃなくって、一緒にみんなで焼いたり、あとは誰が一番うまく作れるかみたいな話になったりね。それからタコだけじゃなくって、他の材料、いろんな具材を入れて焼いたりすることもできるので、そういう風に、こう、
自然と会話が生まれると言いますか。人と一緒に楽しむ前提の食べ物っていう感じがするんですよね。はい。ということで今日はですね、たこ焼きについてお話ししてみようと思います。なんでこんなにたこ焼きが愛されているのか。あとは日本人ならなんとなく共感できるたこ焼きあるあるについてもご紹介していきたいなと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこの舞の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。たこ焼きといえばやっぱり大阪のイメージが強いですよね。実際にこのたこ焼きは大阪で生まれて全国に広まった食べ物だと言われています。昔はラジオ焼きっていう食べ物があって、それが元になって今のたこ焼きの形になったそうです。で、このラジオ焼きなんですけど、大阪に会津屋っていう有名なたこ焼きのお店があるんですけど、1935年にその会津屋の初代、遠藤留吉という人が大人がビールを飲みながら食べられて、しかも冷めても美味しい食べ物を作りたいっていう風に考えてね。で、小麦粉の生地の中に牛肉やこんにゃく、豆などを入れたラジオ焼きっていう食べ物を作ったんですね。私、このラジオ焼きって知らなくって、今回初めて知ったんですよ。それで、なんでラジオ焼きっていう名前なのか気になったのでね、調べてみたんですけど、当時の日本って、家電製品のラジオがすごく高価なもので、流行の最先端っていうイメージだったんですね。なので、遠藤留吉さんが牛肉とかを入れたこの食べ物にハイセンスなネーミングをつけたいっていうことで、ラジオ焼きという名前にしたと言われています。ただこのラジオ焼き、実はあんまり人気が出なかったそうなんですね。それで、ラジオ焼きを食べていたお客さんから、明石ではタコを入れて食べているよって言われたそうで、それを聞いて、ラジオ焼きの生地の中にタコを入れて焼いたそうなんです。こうして誕生したのがたこ焼きなんですね。ちなみに明石っていうのは兵庫県の明石市のことで、タコの名産地です。実はその明石にはたこ焼きに少し似た明石焼きっていうタコを使った有名な料理があるんですよ。で、見た目はね、たこ焼きにちょっと似ているんですけど、食べ方とか味が結構違います。まず一番大きな違いは食べ方です。たこ焼きはソースやマヨネーズをかけて食べることが多いんですけど、明石焼きは出汁につけて食べるのが特徴です。なので味もたこ焼きよりあっさりとしています。あとは少し生地も違っていて、たこ焼きはね、小麦粉ベースでしっかりとした生地なんですけど、明石焼きは卵が多くて、もっとふわふわで柔らかいんですよ。だから同じ丸くて中にタコが入っている食べ物でも、実は結構違う食べ物なんですね。こうやって見ると、同じタコを使った料理でも地域によって全然違う形になるので、こういうところもすごい面白いですよね。あともう一つ面白いのが、たこ焼きの話をすると、日本の中でよく出てくる話があります。それが東京スタイルか大阪スタイルかっていう話です。最近は地域の違いもそこまではっきりしていないですし、あとはお店ごとにスタイルもバラバラなのでね、だからこう分かれるっていう風にはっきり言うのは難しいんですけど、イメージで言ったら、大阪の方は外がふわふわで中がトロトロした、たこ焼き。そして東京の方は油を少し多めに使って外がカリカリの
たこ焼きっていう感じですかね。私はね、こういう違いが面白いなって思いますね。同じたこ焼きでも、ふわふわで柔らかいものが本物だよっていう人もいれば、外が少しカリッとしてる方が美味しいよっていう人もいますね。ちなみに昔、私が19歳ぐらいの時に、友達と一緒に大阪旅行に行ったんですよ。で、その時、串カツ屋さんに入ったんですね。それで、そこの店長さんがすごく明るくって、話しやすい人だったので、たくさんおしゃべりをしたんですね。で、その時、たこ焼きの話になったんですよ。そうしたら、その店長さんに、東京のたこ焼きはたこ焼きちゃうで、揚げだこやって言われたんですね。で、私はその旅行で初めて東京のたこ焼きは外がカリカリで、大阪のたこ焼きはふわふわっていうことを知ったんですね。結局どちらが正しいかっていうより、本当に好みの違いなのかなって思いますね。ちなみに私は外がカリカリしてる方が好きなので、東京のたこ焼き派ですね。で、たこ焼きって聞くと、多くの人がまずソースとマヨネーズを思い浮かべますよね。私ももちろんその組み合わせが大好きです。あの香りを嗅ぐと本当に食欲をそそられます。うん。でも日本ではたこ焼きってソースをたっぷりかけて食べる食べ物っていうだけじゃない気がするんですよね。例えば元祖として知られている会津屋では今でも何もつけずにそのまま食べるスタイルが紹介されています。生地自体にしっかりと味がついていて、出汁の風味を楽しむ食べ方なんですね。実際にメニューでもまずはそのまま食べてみて、後からお好みでソースや酢醤油をつけて食べてみてくださいねっていう、そういったね、食べ方が紹介されているんですね。こういうのを見ると、たこ焼きって生地の味だったり、それから中に入っている具材だったり、外と中の食感の違いだったりね、そういったものを全部一緒に楽しむ食べ物なんですね。同じたこ焼きでもソースが主役のものもあれば、生地の味が主役のものもあって、あとはネギやポン酢の方が合うっていうものもあったりするんですよ。なのでそう考えると、たこ焼きって意外と個性の強い食べ物なんだなって思いますね。私はやっぱりソースとマヨネーズをかけて食べるたこ焼きが一番大好きなんですけど、実はもう一つ好きなたこ焼きがあります。それが、築地銀だこっていう東京発祥のたこ焼きチェーン店のてりたまっていうメニューです。で、銀だこのたこ焼きは油を多く使って焼いているので、外はカリッとしていてね、中はとろっとしているんですよ。で、このてりたまは、てり焼きソースと卵サラダがトッピングされています。で、味はね、甘じょっぱい照り焼きのコクと、もう卵のまろやかさが加わって、もうめっちゃ美味しいの。本当に美味しいんですよ。うん。で、普通のたこ焼きよりもボリュームがあるのでね、しっかり食べ応えがある感じのたこ焼きですね。はい。で、この銀だこは全国にお店がある有名なチェーン店なので、もし機会があればね、ぜひ一度食べてみてください。では最後にたこ焼きあるあるをご紹介します。はい、まず一つ目は、タコパをした時、最初の1回目はほぼ練習になる。はい、これ本当ですね。なぜか最初の1回目って綺麗に焼けないんですよ。うん。なんか、こう形が少し歪んじゃったり、あとは焼きが足りなかったりね。逆に少し焦がしちゃったりすることもあります。
なんだけど、2回目から急に上達して、めっちゃ上手に焼けるようになるんですよ。不思議だなって思いますね、あれは。うん。で、海外の方はね、日本人はみんなたこ焼き上手に作れるって思っている方、結構いらっしゃるかなって思うんですけど、あの、それはね、実際は違います。うん。下手な人も多いと思いますね。そう。何回練習しても上手に焼けない人もいます。なんか例えば、韓国人がみんなキムチ作りが上手かって言ったらそうじゃないじゃないですか。そう。だからそれと一緒かなって思いますね。二つ目は、タコよりも他の具材に本気になることがある。はい。他の具材って言えば、例えば、チーズ、餅、ウインナー、キムチ、明太子、コーンとかね。うん。ほんといろいろあるんですけれども、そういったアレンジ具材を入れて楽しむ人も結構多いんですよね。そう。あとはレシピとかでもすっごくたくさん紹介されています。だからタコパをするときは、だいたい必ずタコ以外の具材もたくさん用意しますね。もういろんな味を作って楽しむっていうことが多いかなと思います。私もそうね、たこ焼きをするときは結構他の具材も準備したりしますね。チーズとか、あとはキムチとか、あとウインナー。ウインナーも結構美味しいですね。うん。でも、もういろんな具材で楽しむんですけど、やっぱり最後はオリジナル、もうほんと普通のシンプルなたこ焼きに戻るっていうのも、これも、結構みんなあるんじゃないかなって思いますね。3つ目は、爪楊枝を刺してたこ焼きを持ち上げようとしたら、タコだけ出てくる。はい。これはね、柔らかいたこ焼きでよくあることですね。そう。私もね、これ何回も経験したことがあります。そう、でも、そのタコだけをちょっとソースにつけて食べるっていうのもすごく美味しいんですよ。うん。で、そういう時、私はタコは自分が食べて、残りはだいたい旦那さんにあげますね。4つ目は、ショッピングモールのフードコートでたこ焼き屋さんを見かけると無性に食べたくなる。はい。これね、私も経験あります。日本のショッピングモールには、たこ焼き屋さんが入っているフードコートって結構多いんですよね。しかも、フードコートのたこ焼き屋さんって、なんでかわからないんですけど、めっちゃ美味しそうに見えるんですよ。うん。で、私、前にね、フードコートに行った時に、ラーメン食べようって決めてたんですよ。でも、たこ焼き屋さんの前を通ったら、もうたこ焼きの美味しそうな匂いと、あとは、焼く音チューっていう焼く音につられて、ラーメンをやめてたこ焼きを食べたっていうこともありましたね。5つ目は、店員さんが焼いているところをじーっと観察してしまう。はい。屋台とかお店でたこ焼きを買うとき、店員さんが焼いているところを見ることができるんですよね。なので、ついつい見ちゃうんですよ。じーっと。でもこのたこ焼きを焼くピックでね、くる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 って回す動き、本当にあれっていつまでもずっと見てられるんですよね。うん。本当に店員さんが作ってるとこ見ると、わあ、本当にプロだな、すごいなって思うんですよ。うん。で、なんか焼いてる時に、ピッて油が結構飛んでいるのが見えるんですけど、油が手に飛んでも全く皆さん動じないんですよね。普通だったら「熱っ！」とか言うじゃないですか。もう
全く、もう何にも言わない。ひたすら焼いてるみたいな。そう。だからほんとそういうの見ると、わあ、職人技だなって思いますね。で、結構ほんとにかっこいいなって思うので、自分もあんな風に焼きたいって思うんですよ。だから、実際に家でたこ焼きを焼いた時に、ちょっと真似してみるんですよね。そう。だけど、どうやってやってたっけって思い出せないし、実際自分がやるってなると、あんなにね、器用にくるくるくるってできないんですよ。だから、そう、あの店員さんの動きっていうのは、こういくら真似しようと思っても、絶対に真似できない。そう、そのまま店員さんのように焼くことはできないなって思いますね。はい、今日はですね、たこ焼きについてお話ししました。いかがでしたか？皆さんはどんなスタイルのたこ焼きが好きですか？柔らかいたこ焼きが好きなのか、もしくは、外が少しカリッとしていて、中がとろっとしているたこ焼きが好きですかね？もしよかったらぜひコメント欄で教えてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。